こんにちは。今日はすごく大切なお話をしますよ。で、ちょっとウェアのご質問とかが、あったんで、ちょっとディールの話をしてる時のね、ウェアなんですけども、あれはちょっとまだ、発売されていないモデルです。僕はちょっとゴアテックスのテストを、しているモデルなんで、まだ発売されてないモデルなんで、ちょっと型番を教えてくれっていうような話があったんでちょっとした。で、今回のこれ新しい今年のウェアですね。これも薄くてすごくいいですね。これ本当にだから釣りに行きたくなりますもんね。行けないんですけど、今本当にこれ釣りに行きたくなるようなウェア、形もいいですし、ダイさんちょっとかっこいいの作っちゃいますよね。さあ今日はすごい大事なことをお話ししますよ。エギングにおいて私が非常に大切にしている要素の3つをお話ししたいと思います。で、通常ね、エギングにおいてエギっていうのは抱ける速度で落ちないとダメですよね。あまり速すぎてもダメだし、ゆっくりすぎても見切られたり、風が強い時も深かっても潮が速くても水深が深くてもこのエギを同じこの重さのエギを投げるしかないんですね。同じ重さというかエギしか使えないんですね、このエギングって。それがなかなか面白いゲーム性を出してるんですけども、難しさにもつながってる。風が強い、潮が速い、深い、重くしたら今度は速く落ちすぎてる。でも、そうしないとそこが取れない。確かにその潮が速かったり、そうしてくると、ラインテンションである程度コントロールができるんですけど、そこで、私はエギングとしては考え方はこの3つの要素に分けてます。3つっても大きいわけで2つですね。その食わせるためのエギを抱かせるためのエギ、通常皆さんが普段お使いの、エギですよね。だからそれを考えながら使ってると思うんですね。で、ただ2つ目っていうのは食わせることを一切考えない見せるためのエギというものがあります。これが非常に大事です。そして3つ目の要素はおまけちょっとあれですけども、感じさせるエギとかもあります。この3つの要素から、考えてはいるんですけども、とても大事なのは2つ目の見せるためのエギです。抱かせるためのエギ、食わせるためのエギっていうのは通常皆さんがお使いの、エギだと思うんですよね。その食いしぶった時はゆっくり落とそうだけ。そして言ったら秋のエギングとか春のエギングでも違うんですけども、4号を使ってみたり、ちょっとサイズをダウンさせていくことで食わせにつながったり、それはサイズを展開してやっぱり抱かせるためのエギを考えて使ってると思います。で、この見せるためのエギっていう考え方っていうのは、とても大事で、これがあるとエギングの幅っていうのはすごく広がります。一つの例として挙げると、例えば浅いエリア、新興を秋日本海側でねエギングをするとなるとかなり浅いエリアっていうのは多いんですけども、この浅いエリアで釣りをしようとした時に何を大切にするか、やっぱり浅すぎるんで軽いエギを使いますよね。秋なんでちょっとサイズもダウンさせて軽いエギを使って、そして根明かりをなるべくしないようにそこまで底取りをしないでアクションさせて、そこ付近をうまくコントロールして釣る。これが手番だと思います。まさかその状態で、例えばその大型ネギ、こういう4号のネギとか言ってもその新興するこの大きなステイの 3.5 号とか、こういうネギをパン投げていったりなかなかしないと思うんです。ただ私新興の釣り、秋の釣りの場合は絶対この4号とこの 3.5 号というネギは必ず、
バッグの中には入れてます。でこれは当然このでっかいエギをバンバン襲ってくるようなタイミングでない時期もあります。ただそれでも4号では飛距離が取れる。もうね、当然これ 3.5 のステムもそうなんですけど、すごい飛距離が取れるんですよね。まず広範囲を攻略することができるんですね。これは食わないけども見せるためのエギとして使うのは非常に有効的です。で極端な話ね、面白いところで言うとこういうの投げてもいいんですよ。めちゃめちゃ飛びます。これ見せるためのエギなんで早く落ちても構いません。そして見せるためのエギで大事なのは活性を上げる、エギって活性を上げる要素もあるんで、ホールの段階でゆっくり見せて見切られるところがスッと早く落ちることでさっというこの動きですね。この動きってのはすごく大事。秋川する意味でもいろいろとノウハウはあるんですけど、今まで言ってきたそれはまたじわじわとお見せしますけども、この動きがすごく大事なんですよね。ピョンピョンピョンという動きですね。これはアオリイカがやっぱりうわって反応してしまう動きにつながってくるんで、それをすごく見せるためのエギとして使えば効果的です。ついてきます。で当然見せるためのエギとしてはこういう重いね、大きな仮面進化、3g、5g、7g とかね、たくさんあるんですけども、こういう 3g、5g とか通常ショアから使わないですよね。でもこういう大きな仮面進化をエギに装着してあげることで、エギはめちゃめちゃ飛ぶんですよ、飛距離。そしてこのピョンピョンまで動きが出ます。だから見せるためのエギとしてはもう言ったら何でもありなんですよ。極端な話、今まででやっぱりジギングでもそうですけども、ジグでやっぱり反応して連れてくるっていうことがあるんですね。これは見せるためのエギとしてはすごく効果的だと思います。飛距離が全然違うんで。で見せるためのエギとして大事なのは、常に使う時についてきているであろうっていう考え方がすごく大事です。この見せるためのエギっていうのは秋とかね、やっぱ秋から晩秋も冬も切る、この辺のサイズに関してはすごく有効的効果的なんで、ぜひこれもこの考え方さえあれば春もきちっと応用できます。ゆっくり落とす、それをスッと早く落とす。で当然同じように大きなエギを、重いエギを遠くに投げて見せるっていう、それにもつながってきます。これは一年を通してエギングの考え方の中のベースに僕がある、もうだいぶ前からですね、これはお話ししてる部分だと思います。で当然じゃあどうやって食わせるんだっていうことがつながっています。だから最初に言ったのがすごく大事で、攻め方攻略としてはまた秋が攻略としてまたお話しするとして、フォローのエギっていうのにやっぱり普段使われている食わせのエギっていうものを使用するのはします。だから当然4号を投げて4号でバーッと見せて、ある程度バーッとついてきてるであろうと意識の速いんですよ、ペース。だからもう速いペースなんで、距離としては1、2とあんまりね、1回キャストして見せてついてきてるものをもう1回後ろからバーッと煽って見せるっていうことはあまりやらない方がいいです。効果的ではないです。後ろからバーッと動いてくるものに対してはそこまで一つ間違ったらもう警戒していなくなるんで、どちらかというとある程度前にあるものをある程度ゆっくり見せてあげるのがいいんですけど、速いんでついてくる。だからある程度ついてきてるっていう考えで、そこから次展開としては食わせのエギをフォローとして、例えば4号で食わないんであれば 3.5 号に落とす、3号に落とす、そのサイズを少しサイズを落としてあげて、ハーフキャストぐらいでキャストして、これがすごい大事です。ハーフキャストぐらいでキャストして、テンションを張らずにできるだけフリーで落ちるエギを使ってフリーで落としてハーフキャストをハーフキャストでフリーで落とすラインを。だからタイプ S とか使ってあげるとすごくいいですよね。ゆっくりラインのテンションを張らずにゆっくりこれについてきたイカがパチャッと水面に落ちて、これがゆっくりナチュラルにフリーで追っていくものをスーッと追っかけてポッと抱いていくっていうことがすごく多いんですよね。だからそこでも泣かない場合はまだしゃくって、その食わせのエギで普段やってるイカとの間合いをきちっと詰めながら動かしすぎず
その以下の状況、その日の状況を考えて食わせていくっていうのはすごく大事だと思ってます。気をつけないといけないのは、この見せるための液で重い液を使ったり進化をつけたりしてるんで、やっぱり根がかりにはすごく注意 しないといけないです。だからあくまでそこまでボーンとそこを取る必要もないですし、そこ付近はある程度見せる液なんで見せてあげてアクションさせてあげる。で、イカの活性を上げる一つの要因ですごい大事なのは、水深があったとして液を見せるときに、そこ付近まで落とすじゃないですか。で、多分そこ付近をゆっくり釣りするっていうのが、食わせで基本的な動作だと思うんですけど、見せるための液としては水深20とか10とかあるところだともう半分ぐらいまで早巻きでパパパパパパ、こういう時は本当にね生え際有効ですよね。パパパパパッと動かして、もうちょうどじゃけどバーッと動かして半分以上まで上げて、そこからまた振りでピューッと落とすような動作をすると、その早く落ちる見せるための液を抱いてくることもあります。で、その後はやっぱその活性上げた後はフォローで出したい。このやっぱり見せるための液ってすごく大事です。そしてあともう一つ大事なのが、ハーフキャストでフォローを入れた時っていうのはやっぱ1投目できるだけ仕留めたいですね。何回もやり取りすると液の活性は下がっていきます。その液が活性が下がっていった時にもやっぱ口を使わせる方法っていうのはあるんで、それはまたその秋缶詰の時にご紹介したいとは思うんですけど、DVD を見たり今までのトークショーをお聞きになっている方はもうご存知だとは思うんですけど、これはまたちょっと YouTube でまたゆっくり紹介したいなと思います。あともう一つ、感じさせる液ですね。感じさせる液っていうのはステイのようにこうやってスタビライザーがついて水をかく水流を発生させる液やラトル、これですね。音で振動させる水を。音っていうのはこれ振動なんで、水中の中で音を伝えた振動なんで、その振動を伝える。こういうのがアオリイカにとってのこの感じさせる液だと思ってるんですけども、これは音が鳴ったから食うふうに僕はあまり考えていないです。液っていうのはそれは水をかくのはちょっと別なんですけど、音が鳴ったからそのまま食う。ただある変化点としてはすごく大事で、ある種産卵の時期なんかはこういう話も聞くんですけど、ノンラトルを入れて動かしててラトルを入れて変化点でドン食ってくるか、ラトルを入れて見せててなんかちょっとイライラさせるのか反応が鈍いなんていう距離感があるんだけど、そこにノンラトルを入れてささっと動かすともうバーンって狂ったように抱いてくるっていうような、変化点としてはすごく面白いのかなと私も思ってるんで、そういう変化点に使っていただくと感じさせる液としてはすごくいいと思います。食わせるために。そして水流発生、これは確実に食わせにつながってきてしまってます。秋の進行の時にちょっとサイトでいろいろと見てたんですけども、通常ダート系の液でずっと同じところを通してみても、最初反応したイカがもう全然反応しなくなって、もう色を変えても動かなくなったんですね。また見えなくなったんですね。で、あれどうしたのかな、いないのかなっていうので、それをステイをさっと掘ってライブリーロール、水かくライブリーロールの動きですよね。それをクッ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 としてグッとしてあげた瞬間にブワッと出てきてポンと触ったんですよね。明らかにやっぱりブラインドではすごくホールド食わせる液ってね今までなかった。ブラインドではすごく釣れるなっていう感じを持ってたんですけども、ただその中でやっぱりそういう反応を見て、さすがにやっぱりそこでまたダート系の液を入れても動かないんですよね。でと思ってて、またステイに変えてステイをブワッとライブリールさせてあげるとさっと反応するんですよ。だからやっぱ何がしらこのバッていう動きなのか、この平打ちの動きなのかがすごいアオリイカに反応させる要素としてつながってるのかなと、起因している感じではあるなっていう感じを持っています。だからそういう意味でも感じさせる液として使ってる変化点ですね。やっぱり、ね、変化点がすごい大事なんで、重い液にしたり軽い液にしたりするのもそうですけど、その活性を上げてあげてやっぱうまく食わせる、この3要素が特に、
この3要素がすごく大切で、特にこの見せるためだけのエギっていうものを自分の中で作っていただけると、エギングっていうのはもう少し幅が広がっていくかなと考えています。今日は以上です。